大丈夫か？殿の心配には及ばぬ。かすり傷に過ぎない。さあもう一度。攻撃距離に注意しろ。特に人形の獅子には気をつけるんだ。まずは自分の安全を確保し、その上で隙を探せ。業務承知。ナビゲーターたち膠着状態に陥ってるね。人数はこっちが多いし、支援型のドライバーまでいるけど、相手の現在は反則みたいにニムビウスの池に使ってるんだ。与えたダメージよりもあちらの回復速度の方がはるかに上回っている。ナビゲーターもそれには気づいているはず。この状況を打破するにはさらなる援軍を待つしかないね。あるいはもっと強いドライバーを立てるか。あなたは出るつもりなの？出たいのは山々だけど、この状態じゃな。戦ってる途中でナビゲーターの敵に回ったりしたら大変ね。それにもっと適任がいる。私？まあやろうと思えば。あなたの適合率は 70% ってところかしら。それじゃあ私の装備を使うのはもったいないね。じゃあ他に誰がいるっていうの？ミカ。彼女が？まだ知らないんだね。彼女は希少な適合率 100% のドライバーよ。ありえない。別に彼女のことを軽く見ているわけじゃないけど、適合率 100% の人間なんて見つかったらすぐにアイギスの保護対象になるはずよ。どうしてただのコンビニ店員なんかやってるの？そこは私も疑問だよ。でも実際にやってみなきゃわからない。フレックさんは私に戦ってほしいの？もし本当に 100% の適合率なら戦局は一瞬で逆転する。だけどあなたには残酷なこと。だから無理強いはしない。ただやりたいと思うなら私は全力で支援する。最後に一つだけフレックさんに聞きたい。ミアは本当にもう助からないの？分かった。私行く。戦う。ミカ、よく考えて。これはコンビニのバイトとは違うんだよ。よく考えた。いや、考えたと言えるかどうかはわからないけど、でも行かなくちゃいけない気がするの。私は不出来な姉だ。自分を壊しただけでなくミアも壊してしまった。今さら何を言っても何をしても取り返しはつかないって分かってる。だから行かなきゃ。たとえ何もできなくても最後は一緒にいたいの。分かった。ならこれを持って行って。これは NBS 薬剤と AVG 設計図のメモリだ。それどこから出してきた？ NBS 薬剤は説明不要だろう。メモリは身につけておけば巨大化した時自動的に装備が具現化する便利なものだ。研究所の新技術？でも原価コアがなければたとえ適切な装備が出ても持久力はどうするつもり？あの原剤と同じくニムビウス液に浸かればエネルギーが枯渇する心配なんてある？まさかミカを原剤と同じ池のニムビウスで巨大化させるつもりじゃないでしょうね。原剤とドライバーが使うニムビウスエネルギーは基本構成からしてほとんど違いがない。人とネズミの遺伝子構成だってそんなに変わらないってか。あんたも狂ってるね。高い。投げ落としてあげようか？手伝うよ。いい。
いい。ミア、行くよ。適合率 100% のドライバーの巨大化、見たことある？ないね。私もない。彼女たちの巨大化は私たちとどう違うんだろう。その答えはすぐにわかる。あのニムビウス溶液は危険だ。持久戦は俺たちに不利だ。ナビゲーター、新しいドライバーの信号を検出しました。新しいドライバーか。援軍か。信号は非常に近く、準在級現在の後方に位置しています。後方に。あれは敵か、それとも援軍か。成功した。ちょっと、あの装備本気なの？悪くないだろう。フレックさん、この服は何？この武器も恥ずかしい。フレック、あのドライバーは誰だ？適合率が 100% のドライバーを連れてきたんだよ、ナビゲーター。兵信者の転移、長務、ここにあり。私でいいの？もっとよく考えた方が。九州兵信者の武者、業務、参れ！命令的に殲滅モード、ヘカトンケール形態起動。どこを怪我されたんですか？罪を償えたでしょうか？1、2、きょ、れい、ちょ、けい、はー！倒す、それだけだ。ごめんね。傷の回復が遅くなった。その子が負わせた傷は他の傷よりも治りが遅いです。業務、ミカ、攻撃のリズムをキープして。お任せあれ。ラプネ、コアを狙って一気に片付けよう。はい。
体中の気が完全に巡り始めた。拳はミア。ミア、今だ。敵のコア損傷率が 80% を超えてると推定されます。次の攻撃で終わらせよう。はい。ミカ。ごめんなさい。ごめんなさい。ミカさん、どいてください。ごめんなさい。でもミアと最後の別れをしたい。心の病は治すのが難しいです。わかった。俺は隣にいる。何かあったらすぐ手を出す。ありがとう。どうしてこんなことになったんだろう。ミアの誘いを断ったから、それともフレックさんと一緒に脱獄したから。おそらくもっと早い時期、私が勝手に家を出て引きこもり生活から抜け出そうとあのコンビニで働き始めた頃から。お姉ちゃん。そうだな。多分子供の頃から昔からミアの気持ちを軽んじていた。子供の頃よく言ってたじゃない。英雄になるって。ひたすらに自分の幻想とうぬぼれに浸っていた。ミアの言う通りだ。私自身が夢という枷に自らを閉じ込めてしまったのだ。合格不合格合格不合格不合格。私は不出来な姉。ただ独りよがりに期待し、また独りよがりに逃げていた。私と比べるとミアは優秀な妹だ。ニュースであなたがスピーチをしている姿を見たとき、本当に誇りに思った。お姉ちゃんがついてる。私が必ずドライバーになってミアを守ってあげる。そしてあの人たちにパパが悪者でも裏切り者でもないって証明してみせる。ドライバーにならなくてもちゃんと家族を守れた。もっと早く気づいていればよかったのに。その無意味な自尊心を早く捨てればよかったのに。子
子供の頃からそういうところが大嫌いなのよ。ミア、ごめんね。ミア。手を出しますか？もう少し待て。ミアなの？そこにいるでしょ？さようなら、ミア。出ておいで。隠れてる必要はない。どちらへお出かけになるの、社長？逃げるに決まってるじゃない。他に何か？ずいぶん素直じゃない。もう一つ質問があるんだけど、それも素直に答えてくれるね。商業機密以外でしたら喜んで。単刀直入に聞くけど、殻なき殻をどうやってここに運んだ？その使い方はどこで手に入れたの？それは2つの問題であり、しかも両方とも極秘の商業機密だ。答える気はないみたいだね。答えたくないわけではない。ただお前はまだペルフェットを知る資格がないだけだ。ペルフェット？近寄るな！真実を告げよう。この世界は滅びようとしている。ただペルフェットだけが私たちを新世界へと導くのだ。完璧な器は一掃されなかったが、我々は求めてたデータを入手し、私は新世界への船の切符を手にした。滅びの日が訪れる時、お前たちは旧世界と共に滅びるだろう。そして私は新世界で生まれ変わるのだ。何が滅びの日だ？何が新世界だ？狂ってるやつばっかり。